仲良しグループは関係性の質としては別に高くはないんです。高くはない。一番最初はやっぱりをしっかり作る、はい。お金だけ稼げても、うんギスギスした職場とか嫌いだったんですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくりや育成術、役に立つ内容を放送しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。そして今日は何について？ちょっと僕の会社で、上司が最近よく組織開発っていう言葉を口にするんですけど、組織開発ってそもそも何から手をつけていいんだっけっていうところ、ちょっとなんか言葉が一人歩きしてるような気がしてて、本社長が思う組織開発っていうところをちょっと深掘りさせていただければと思うんですけど、そもそも組織開発って何からやればいいんですかね？そんなにそうですね、言葉尻にとらわれてもしょうがないと思うんですけど、はい、その組織の土台というか、そこからだと思うんですよね。はい、じゃあ土台って何かって言った時に、僕は関係の質、要は関係性ですよね。ここの質をやっぱり上げると、いうことをやってきましたし、それが最初にやるべきことかなと思います。関係の質っていうのは具体的にどういうところを指します？ダニエル・キムだっけな、なんか成功循環みたいな話があるんですけど、要は結果の質というのは、関係の質があって、それが思考の質になって、それが行動の質になり、で最後結果の質になると。この4つのポイントをぐるぐる回ると。で良い方向に回すためには、関係の質が良ければ、例えば仲が良くてとか、みんなで協力して仲が良ければ、仲がいいか悪いかみたいな、すごいシンプルな関係の質ですと。で思考の質っていうのは、仲が良ければ、例えばみんなで結果を出したいとか、私だけじゃなくてあの人にも目標達成させたいとか、こんな感じの思考になりますと。これがその思考の質ですと。でそうすると行動も当然その思考と同じように行動しますから、例えば自分だけが良ければいいのではなくて、みんなで結果を出したいってわけですから、協力とか、困った時には助け合いとか、こういう行動になります。これが行動の質ですと。でそういうことであれば、ちゃんとチームとしての結果につながりますと。で良い結果になりますと。これが結果の質ですと。良い結果になればなったで、またこれはもうみんなの何々さんのおかげだとか、このチームのおかげだとかっていうことができれば、また関係の質は良くなりますよね。そうするとまたやっぱり当然協力とか助け合いとか、そういう思考があって行動になって、また結果が出てっていい循環が回りますよねっていう、モデルなんですけど、これ逆もそうで、関係の質が悪いと、例えばそうですね、仲悪いとするじゃないですか。どういう思考を持つかっていうと、別に俺は俺で結果出せばいいし、あの人のことは俺知ったこっちゃない。で別に助け合いとかも俺何もメリットねえし、別に俺は俺でとにかく自分の結果出せばいいから、別に協力もする必要ないし、なんなら助け合いとかっていろんな貴重な時間を奪わないよみたいな、そういう思考だと当然行動としても当然ながら協力しませんし、困っても見て見ぬふりしますし、そういう行動になりますよね。そうすると結果って、その個人は優秀であれば一瞬結果が出るかもしれないですけど、チームとしての結果はもしかしたら微妙ですよね。もしくは悪いとしましょう。そうするとまたね、俺は頑張ってるのにあいつ頑張んねえから、チームとしてなんか評価されてんだよみたいな、なんだお荷物よみたいなことを言い出すやつがいるとすると、さらに関係性の質が悪くなりますよね。さらに関係性の質が悪くなると、嫌いな人のことをみんな助けないわけですよ。またさっき言ったように、絶対あいつなんか助けねえとか、絶対あいつが困ってても何もしてやんねえ、チームで協力なんかアホらしくやってられるかみたいな思考になって、当然そういう行動になって、でチームとしてはやっぱ結果出なくて、でまた悪い人探しが始まってみたいな、関係性が悪くなって、こうやって悪くも回るわけですよね。なるほど。これを悪循環にするか、その成功循環モデルでしっかり成功循環で回していくかっていうことが結構大切だなと思うので、一番最初はやっぱり関係の質をしっかり作る、そのために何をできるかっていうことを具体的にやっていく、これがやっぱり重要なんだと思うんですよね。関係の質で言うと、やっぱ最初は対話っていう部分になるんですかね？対話ももちろんあるかもしれないですけど、それはやっぱチームで考えなきゃいけないので、僕らが最初やっぱ取り組んだことは、やっぱりまずはどうありたいかとか、そういうやっぱ考え方、会社としての考え方、例えば皆さんの会社にある理念とか、そうですね、クレドとか、フィロソフィーとか、何でもいいんですけど、考
会社としてのありたい姿みたいなのあるじゃないですか、はい、チームとしての、こういうのはまず作りますよね、でそれを着々と僕ら実行していっただけなんですけど、これの浸透、いわゆるだから理念浸透、とかバリュー浸透みたいなのがやっぱり最初にやるべきことだと思うんですよ。どれだけ対話をやっぱりしても 100% 正解ないかもしれないんですけど、どっちの方向に向かっていくとか、何が本来こうあるべきというかありたい姿なのかって分からないと、結局頑張ります何をみたいな話になっちゃうんで、だから会社としてチームとしてあるべきだと思う姿とか、ありたい姿みたいなのをしっかりと作っていく。それ作っていって、それが理念とかバリューとか、それをちゃんと浸透するように行動していく、その行動の中にもしかしたら対話みたいなのもあるかもしれないですけど、なるほどなるほど、まずは理念とか会社のそういう考え方っていうのを浸透させた上で、その後に対話っていうところになってくるってことですよね。まあそうですね。具体的に行動の質でいうと、アップルさんではどういうことを過去やられましたか？僕はですね、やっぱりその極端な話、お金だけ稼げても、ギスギスした職場とか嫌いだったんですよ。なんかそれこそお金を稼ぐためだけに来てるみたいになってしまうので、なのでやっぱりもう本当に最初当たり前のこと、要は挨拶ですよね。朝来たら顔合わせておはようございます。何かあったらすぐありがとう。ちゃんと帰るときお疲れ様でした。こういうようなことからやっぱ徹底させる。その徹底させるためには理念浸透、バリューの浸透とか、僕らで言うとクレドの中に結構細かく書いてあるんですね。挨拶は重要ですよと、特におはようとありがとうは一応大事にしましょうと、なぜならばみたいなことをずっと書いていて、それを頑張って浸透活動するわけなので、だからもう本当に最初の頃とかはおはようございますとか挨拶をしなかったらもうしつこくあれおはようとか、なんかあったらすぐ、そういう時なんて言うんだっけ、ありがとうございますみたいなこれ子供みたいでアホらしいって思う人いるんですけど、でも逆に言うと子供の時に当たり前のように習ったことをほとんどの大人がやってないですよね。確かに。だから子供のようなことを何言ってんだ教えてんだとかって言われたこともありますけど、いやいや何を言ってるんですかと、逆にですよと、子供の頃に当たり前だよこれと、朝おはようございますとか、何かしまったありがとうとか、子供の頃に教えてもらった当たり前をできてない大人がおかしいと、しようとしない大人がおかしいよと、だからそれをやっぱりちゃんとするために学校教育みたいになっちゃいますけど、でもできてないんだからやるしかないじゃないですか、それがやっぱ基本ですよね。そうですねそこの基本をまずは徹底していく。だから例えばじゃあ挨拶ってなぜするのかっていう時に、相手に対して敬意を払うってことだと思うんですけど、要は挨拶っていうのは相手との人間関係を維持またはもっとプラスにすることだと思う。だから今度逆に挨拶をしないってことは、あなたとの人間関係は別に悪くなってもいいですよ、加工させていいっていうシグナルっていうふうにもう僕は説いてるんですよね。なるほど。だってどうでもいい人に挨拶しないじゃないですか、正直。道でね、すれ違った、初めて会った、なんならもうこれ以上会うことがないという人に対しては多分挨拶しないですよね、知らないからしょうがないとしても、でも同じ会社で働いてるんですよ、同じチームで働いてるんですよ、道端ですれ違う人とは違いますよ、関係を少しでも維持良くしようと思ったら挨拶しますよねと。だって自分にとって大切な人だと思ったら、先輩だとか、尊敬してる先輩だとか、ね、ちょっと恋がある異性だとか、仕方するんですか？絶対しないですよね。ポイントはそうやって言うと、別に仲良くなりたいわけじゃないから挨拶しませんみたいな話をくれる人いるんですけど、ここポイントは挨拶するは現状維持も含みますんですよ。なるほど。挨拶しないはもう別にあなたとの関係を悪くなっても構いませんという意思表示ですっていうふうに教育してったんですよ。だから悪くなってもいいと思うんだったら挨拶しなくていいよと、でもそんな人は別にうちの会社全然働いてもらわなくていいですという体なので、ちゃんと挨拶をしましょうと。なるほどね。そこまで挨拶に関して深掘ったことがないんで、やっぱ言いますね、社内にも。挨拶してもこうさーって言っちゃう人とか、でもその人はあなたにとって別にあなたと仲良くなってないしあなたと仲悪くなっていいんですよっていう意思表示ですよと。あなたもしそういうことしてるんだったら、その人に対してそういうことを言ってますよ、当然関係の人なんか上がるわけないですよ、確かに確かに。逆にあなたがちゃんと挨拶したのに、スラーってスルーされたらどう思いますと、あいつのためになんで俺やんなきゃいけないなんて思うんですと
とかどうでもいいとかね、挨拶とか、そういうことはやっぱ基本からやっぱりちゃんとやっていって、その関係の質を上げるということをやっぱ注力した方がいいですよね。なるほどね。まずはやっぱ当たり前のことから。確かにそうですよね。やっぱチームワークっていうか、チームスポーツにもそういうこと多分ね。そうですね。だから例えばね、そのサッカーとかもそうですけど、ね、スタープレイヤーをいっぱいお金で引っ張ってきて集めたとしても、やっぱそこでチームが一定以上やっぱまとまらないと、それこそ関係の質が一定以上にならないと、最初は個の能力の結集でなんとか、ある程度結果が出る可能性はありますけど、でもやっぱ長期的に見たらとか、メンバーが仲悪すぎて能力としては高いんだけど、チームプレーができないわけだから、ね、じゃあパスもろくに回せないとか、あいつにパス回したくねえから右にスペース空いてるけど左に蹴ろうみたいな極論ですよ。でもこんなことあり得るわけですよ。こんなチーム強くなりますかって言ったら、仲が悪すぎて能力が高いからすごい結果を出し続けてるチームなんてほぼほぼ見たことないですよね。確かにそうですね。一緒かもしれないですね。だから、強いサッカーチームの選手とかもそうだし、僕の社内の結構上の上司とかもそうなんですけど、プライドが邪魔するんですかね。挨拶してもパーッと言っちゃうみたいな。仕事に厳しいということと、挨拶とかしないということは違うと思うので、その上司が部下を成長させて最大限の成果を出すために冷たくわざとしてる、厳しくしてる、100歩譲って別にありかもしれない。なるほど。と思うんですけど、挨拶に関してはちょっとそれはまた別で、例えば僕が部下だったら上司が「おはようございます」って言っても仕方されたらこの上司のために頑張ろうと思わないし、うまくやり過ごそうってやっぱこっちもしちゃいますよね。この人はもう別に俺との関係性興味ないと思うし、本当になんか自分の目の前の成果だけしか求めてないから、もういいや別にと、この人はあんまりどうでもいいかなと、自分は自分のやるべきことをやろうと、普通だったらそう思っちゃうじゃないですか。っていうことはその上司僕からしたら間違ってますよね。メンバーを育成して最大限の成果出したいわけだから、自分のチームのメンバーなんだったらやっぱりそのメンバーがどうやったらポジティブに最大限の成果を出してくれるかって考えた時に、僕からしたら挨拶をしないという選択肢はないんですよ。部下の能力を最大限に発揮させるっていうそのマネジメントからすると逆行してますよね。やっぱり上司というかマネージャーとかでもすごいなと思う人は、人をその気にさせたり動かせたりする人だと思うので、なんかその上司は多分そんなすごい成果は最終的には出せないですよ。なるほどですね。確かに確かに。やっぱ成果を出すために先ほどおっしゃってた成功循環もそうですけど、ただ仲良くなりたいがゴールじゃないじゃないですか。最終的にやっぱ成果にコミットするためにだと思うんで、最初にじゃあ何をやるかところはやっぱ関係の質を高めていく。そうですね。っていうところにたどり着くってことですよね。だからポイントを一つ挙げるとすると、関係の質上げようっていうと、関係の質ってなんだって話になるんですよ。よく勘違いしがちなのは、仲良しグループになってしまうこと。確かに。だからただ仲良くなるだけだと、それって実は関係性の質としては高くはなくて、仲良くなると助け合いとか協力とかは効果出ますけど、何のためにが抜けちゃうからなんですよ。なるほど。必ずポイントは仲良しグループではなく、僕らは成果を出すためのチームであるということを念頭に置いておかないと、関係の質としては実は高くないっていうのに陥っちゃうので、仲良しグループになっちゃダメだよと。我々は成果を出すためのチーム、だから関係性の質も高めますよ。チームで成果を出すために関係の質を高めましょう、成果を出すためのチームになっていることが関係の質が本当に高いってことですよ。なるほど。仲良しグループは関係性の質としては別に高くはないです。高くはない。これがあんまり走りすぎると逆に生産性下がっていくんですよ。だから何度も言いますけど、関係の質の高いというところは、成果を出すためのチームの状態になっていることがいいので、チームで成果を出すために協力する、助け合う、気づく、話すみたいなのができていることが関係の質が高いということですよね。ありがとうございます。組織開発何か手をつけていいのということであれば、やっぱり文化づくりからだと思うので、しっかりと会社にあるバリューとかそれらをですねちゃんと浸透させていく。チームでもし会社でもしないんだったら、それをやっぱ作ってどういう姿でありたいかとか、このチームはどうあるべきかとかっていうのをまず一回定義して、でそれをちゃんと浸透させる活動を
っていうのをやっていく。例としては挨拶とか、当たり前のことだけど当たり前のことからしっかりやっていく。で、仲良しグループではなく成果を出すためのチームだということを念頭に置いて、関係の質を上げていくところから始めていけばいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。皆さんからのいいねやコメントを大変嬉しく思いますので、この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。